望みのすべてを必然的に引き寄せる方法。あなたの願いに惹かれて向こうから勝手にやってくるんです。あなたが欲しいですというとき、宇宙は喜ぶ。この本はあなたに欲しいもの、いい仕事、お金、愛するパートナーなど、あなたの望みや夢を叶えるためのあらゆるきっかけやチャンスやアイデアと方法や結果そのものを引き寄せる方法をお伝えするものです。この法則はあなたから放たれるポジティブなエネルギーに宇宙が魅力を感じ、あなたに惹かれるようにして働きます。あなたは望むものを手にするためにどこかや誰かからそれを無理やり自分の方に引っ張ってくるのではありません。引き寄せるというとき、それはそもそもあなたのものですよ。と宇宙があなたのために用意してくれている宝物のすべてが無限の宝庫からしかるべき正当な形であなたにもたらされるだけなのです。すべてのものはあなたの願いに惹かれるがごとく向こうから勝手にやってくるのです。それが何であれ、あなたが喜んで何かを望み、それを受け取る許可をし、当然それはやってくるといういい予感で期待するとき、あなたはポジティブなエネルギー、叶う波動を放っている人となります。そのエネルギーは本来、あなたを幸せにするためなら何でも望みを叶えてあげたいという宇宙にとっては魅力的なエネルギーであり、惹かれて仕方のないものなのです。例えて言うと、おじいちゃんが愛する可愛い孫にいつでも何かプレゼントしたいと思っているあの慈愛と同じです。お前のためにおじいちゃんはどんなおもちゃでも買ってあげたいんだよ。さあ、早く欲しいものを言っておくれ。それをおじいちゃんに買わせてくれないか。おじいちゃんはお前の喜ぶ顔がただ見たいだけなんだよ。と。しかしおじいちゃんがいくらそう思っていたとしても、孫がこれを欲しいと言ってくれない限り、おじいちゃんは何をプレゼントしたらいいかわかりません。それでは動きようもありません。あなたが欲しいものを子供のように素直に宇宙に伝えるとき、宇宙はそれ来た、よしと張り切ってあなたのために働くのです。なぜって、あなたは宇宙の子であり、宇宙の大切な存在であり、宇宙はあなたを幸せにしたくて、喜ぶ顔が見たくて仕方がないのですから。しかもあなたが欲しいものは宇宙があなたのためにあげたいものでもあるのです。宇宙はその意図を自ら叶えるのではなく、あなたを通して叶えるからこそあなたの望み、つまりオーダーが必要なのです。宇宙が惹かれて仕方ないエネルギーをあなたが放つとき、あなたはただそこに存在するだけであらゆるいいものを必然的に引き寄せられます。それは砂鉄のある場所に磁石をポンと置くだけで勝手に周りの砂鉄が磁石にくっついてくるのと同じ。磁石は何もしていません。ただ磁力を放っているだけです。引き寄せの法則が正しく作動するためにはあなたの磁力がものを言うのです。ポジティブなエネルギーが。さて、誰かが先にあなたの欲しいものや望む状態を叶えているからといって嫉妬したり妬んだりする必要はありません。そんな時は、神様、私も欲しいです。と素直に宇宙におねだりすればいいだけです。可愛い孫は、おじいちゃんが絶対にそれを買ってきてくれると信じて、喜んでお願いし、楽しみにして待っているものです。あなたもそのようにあってください。子供のように純粋に望めた時、それは叶います。欲しいものがやってくるのを待っている孫は、決して、もしかして買ってくれないのではないか、裏切りはしないだろうな、と疑ったりはしていません。信じられているとき、おじいちゃんの方でもそれがわかるから、きっと孫は待っているだろうから早く届けてあげたい、と動かずにはいられなくなるのです。覚えておいてほしいことは、そこにある嬉しい気持ちとそうなる期待が、それを進んで現象化するのだということです。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、望みのすべてを必然的に引き寄せる方法という本をご紹介します。引き寄せの法則。確かにこの言葉からは何かを引っ張ってきて手繰り寄せるようなイメージがありますよね。ですが、それは違うんです。本当は
あなたの願いに惹かれて全てが向こうから勝手にやってくるんですって。つまり、引き寄せの法則は引き寄せの法則だったんです。著者は吉川奈美さん。アンドリュー・カーネギーやナポレオン・ヒルの成功哲学、ジョセフ・マーフィー博士の潜在意識理論に惹かれ、30年にわたって研鑽されてきた吉川さん。その学びに独自の成果法を組み入れ、わかりやすい、面白い、ためになる、オリジナリティあふれる自己啓発の世界を展開されています。そんな彼女が引き寄せの法則で望みを叶えるための様々な方法をたっぷり教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。オートマチックに引き寄せるステップ1。あなたのために望むものを何でも持ってきてくれるこの引き寄せの法則はいつもあるやり方によってオートマチックに作動します。それを守った人だけ欲しいものをうまく手に入れられるのです。そのあるやり方とは、次の一連のことが自然に行われている状態に入るというものです。まず、それが何であれ、あなたに欲しいものや引き寄せたいものがあるなら、それを本気で正しく望んでください。あなたの表面的な意識においても、心の奥深い意識でも、その気持ちや意図が一致するように。それがオートマチックに引き寄せるための最初の条件です。この条件を無視して、そこから先に何かが起こることなどありません。愛し愛される申し分のないパートナー、素敵な人間関係、好きな時に好きなだけ使えるお金、やりがいのある仕事、成功人生、海辺の一戸建て、高価な宝石、憧れの海外生活をすること、作家になること、女優になること、スターの彼と付き合うこと、などなど。とにかく遠慮なく躊躇せず、妥協なく本音で。何かを望むとき、自分ごときがこんなことを望んではいけないのではないだろうか、とか、そんなことを叶える資格が自分にあるだろうか、私はこんなことを望むなんてどうかしているのではないか、人が聞いたら笑うのではないか、と決して思わないでください。余計なことを考えて夢見る心をしぼませないでください。遠慮と自己憐憫と他人がどう思うかの思案はここでは何の役にも立ちません。何でも自由に望み、子供のように無邪気に夢と戯れ、それを欲しい。だから手に入れるんだ。だってもらえるし、とはっきり自分に言い切ることです。そして望むと同時に欲しいものや望むものをもう受け取るつもりでいるのです。それが当然というあなたの心の態度が宇宙の態度もはっきり決めさせ、その通りのことをさせることになります。オートマチックに引き寄せるステップ2。望んだものをすんなり受け取りたいなら、それが遠いいつの日か来ることではなく、今すぐ来てもいいと許可してください。そして実際、それが今やってきたとしても全く問題ないという環境と、喜んで受け取れる気持ちを準備しておくことです。それが品物なら、それが入ってくるであろうどこかのスペースを空け、余計なものを片付け、いらないものを処分したり、掃除したりしてください。そのことのために、ついでに何かを買っておく必要があるなら、買っておいてください。何かしらの書類を取り寄せたり、それに関わる資料や参考書を用意する必要があるなら、それも準備することです。その日のためにあと2キロ痩せたいというなら、ダイエットしてすっきり健康な体でいてください。どこかに着ていきたい洋服があるなら、それもクリーニングしておきましょう。欲しいものを受け取る瞬間を決して何かの後回しにしないでください。今すぐ受け取るためにも何かしらのセッティングや準備を億劫がらずにやるのです。ちなみに私は
19歳の誕生日を迎えた時、23歳までに結婚するぞと勝手に決めていました。そうしてまだ相手もいないうちからエンゲージリングのパンフレットを集めたり、結婚式場見学ごっこをして遊んでいました。すると半年後に突然恋人ができ、22歳で結婚。また作家になりたいと思っていた時、原稿を見てくれる編集者とまだ知り合ってもいない頃から原稿を書き溜めていました。そしてデビューも決まっていないうちから出版パーティーをすることを夢見て、まだ何のあてもないのにその日のためのドレスを買ったりしていました。そのドレスは未だ何者でもない私をやがて何者かにするための象徴そのものでした。そのドレスを毎日うっとり眺めながらパーティーに誰を招待したいかゲストリストを作って楽しんでいたのです。すると本当にデビューできる出版社が思いもよらない形で引き寄せられてきたのです。当然そうなるというつもりでいたら、人は今すぐにでもやっておきたい楽しいことを思いつくものです。むしろそうせずにはいられないものです。そうしてあなたが動くとき、宇宙も動くのです。同じ夢に向かって。いつでも引き寄せの法則は、あなたが何かを望み、そのつもりになった時から一緒に動き出し、現象化を加速させます。そしてあなた自身が現実的に何かしら動き、協力し、現れてほしい現象を自ら迎えに行く態度でいるとき、向こうから早めにやってくるようになるのです。さて、あなたが何かを望み、ちょこちょこと動き出したとしても、時にはすぐに何も起こらない場合もあることでしょう。しかし、間違いなく物事は水面下で進行しています。ですから、まだ何も起こっていなくても安心し、リラックスして過ごしてください。そして先に心の中で結果を受け取り、神様ありがとうございます。とても嬉しいです。それが叶って幸せです。と感謝を述べておいてください。それは無駄なことではありません。実際、叶った瞬間あなたはそうするのであり、いい予行演習になるのですから。その時どれほど安堵し、心が幸せに満たされるか、ひしひしと感じ取ってください。それをリアルに、今ここで実感し尽くすのです。するとそれに続いて、必要な人や出来事や状況が引き寄せられ、あなたは見事に欲しいものを手にし、望む人生が叶っているのにびっくりすることになります。感謝のエッセンスが振りかけられたとき、結果は約束されるのです。一方、欲しいものがなかなか引き寄せられず、何年経っても何も叶わないという人は、何もかも全てがステップ1からステップ2までの真逆のようなことをしているものです。つまり、望んではいけないと思いつつ望んだり、花から諦めつつ望んだりし、欲しいものが来ないのではないかと疑いつつ待ち、そのくせ何も準備や協力をせず、不安がり、感謝せず、文句を言っているのです。そうして不本意にもそのようになるのです。あなたの望みが本物で、あなたの中に一切矛盾がない時だけ、あなたは自発的に法則に対して協力的なことをし、宇宙を魅了でき、それを与えてもらえるのです。魔法の効き目をサポートする。引き寄せたいものを待っている間、あなたはできるだけリラックスし、いい気分で過ごすようにしてください。いい気分は良質のエネルギーであり、宇宙はそれを好みます。そして大概いい気分でいると、面白いことが引き寄せられてくるものです。ですから、気分が良くなることは何でもどうぞ。読書、映画鑑賞、デート、花を部屋に飾ること、何か嬉しいものを買うことなど、とにかく心地よくて嬉しくて楽しくて喜びに満ちた状態でいるようにするのです。決してまだかと焦ったり、早くしてとつついたりしてイライラしないでください。そういった状態はリラックスとは真逆のあり方であり、法則の効き目を悪くします。あなたがいい気分で自分を満たせば満たすほど引き寄せる磁力も高まり、望みが叶うことがたやすくなります。というのも、いい気分は結果を得た時と同じ質のエネルギーであり、叶った未来にあるものと同調するものだからです。さて、望んだ後リラックスしている時や何かをしている時に、
ふとひらめきや導きを感じたり、何かしらの衝動がやってきたら、可能な限りそれに関わってください。何かを調べた方がいいと感じたり、どこかに行くべきだという圧倒的な予感を感じたり、電話する必要のある人を思いついたら、素直にそうしてください。もしかしたら一見それは自分が引き寄せたいものとは全く関係のないことのように思うかもしれません。けれども、やってきたひらめきや導きや衝動に関わっていくと、見事に最終結果につながっていくものです。時にはひらめきや導きはあなたにこのままでいいと教えてくれるかもしれません。何も特別なことをしなくてもいいと。そうしたらそのままで。やがて誰かやどこかしらからアクションがあるでしょう。以前私は音楽の作詞の仕事を引き寄せたいと願っていました。しかし音楽関係者に知り合いはいませんでした。それでもそれは叶うだろうと信じており、臨んだ後とてもいい気分だったのです。そうしてある感覚がやってきました。特に自分からは今動く必要がないとそう感じたのです。望んでから何日も経ちましたが、相変わらず感覚は自分から動く必要はないのままでした。だから自分からは何もしませんでした。ただいい気分でいるよう努めたのです。するとある日、何年も会っていなかった本の担当者から電話が入ったのです。久しぶりにお茶でもしませんかと。会うと彼は一通りの世間話をし、続けてこう言ったのです。それでナミさん、最近どうしていたんですか？今度はどんな新しいことをするんですか？私は音楽の仕事がしたいのだけれど、誰一人関係者がいないのだという話をしてみたのです。ただの雑談として。すると彼は、つい最近知り合ったばかりの音楽関係者がいるので、会ってみませんかと。まさか本の世界の彼が音楽関係者とつながっていたとは夢にも思いませんでした。知っていたらとっくにこちらから連絡していたでしょう。後日音楽関係者に会うことに。しかしその方は当面は音楽の仕事をせず、他のプロデュースの仕事をするのだと。なんだ、無駄足になったのかと思ったその瞬間、続けてこう言ったのです。今は音楽の仕事はやらないけれど、ABEX に知り合いの関係者がいるから会う。そうして結局私はその流れで一番憧れていたレコード会社とのご縁と仕事を引き寄せることができたのです。なんとそれは自分が作詞家デビューと歌手デビューを同時に叶え、なおかつ連動する本まで出せるという夢のような最も嬉しい形で叶ったのでした。しかもデビューコンサートは ABEX 本社で行われ、多くのファンの方々が参加してくださり、翌日の Yahoo のトップニュースにもなったほど、これには本当に驚きました。何せあの時は最初はたった一回望んだだけで、あとはいい気分でいられるよう自分の機嫌をとって過ごし、特に何もアクションを起こさなかったのですから。もちろん引き寄せたご縁のもと、後に私自身も関係者もすべき仕事をこなし、それを現実的なものにしたから世に出る形になったことは言うまでもありませんが、あなたは引き寄せの法則が正しく自分に働くために協力しなくてはならないのですが、その協力は最初は心というエネルギーの次元でするのだということをお忘れなく。その後、自分が現実的にすべき協力が何なのかがわかります。いい気分はいつも叶う前兆サインです。長く祈るのはタブー。ただ、〇〇の頻度を増やす。あなたの引き寄せたいものを素早く引き寄せ、パーフェクトに夢を叶えたいというなら、たった一度それを願ったらしつこく懇願しないことです。どうか叶いますようにとしつこく何度も祈ったり、神様、何とかしてくださいと懇願しそうになったときは、その度にすでに叶ったビジョンに注目するようにしてください。願う時間の長さではなく、叶った未来に注目する頻度が重要であり、その行為こそが引き寄せの魔法力を強力にするものだからです。叶ったビジョンに注目することで潜在意識を刺激できますし、結果を今この時点で何度も自分の中で見ることになり、自分の行き先を確認でき安心できるものです。叶えられますようにと四六時中願わずにはいられないというのは、
叶わないかもしれないと言っているのと同じこと。どうしても祈らずにはいられないというなら、神様ありがとうございますと感謝を捧げる祈りをどうぞ。あなたの意識を叶わなかったらどうしようという心配側ではなく、大丈夫、それは叶うという安心側に向け直し、自分の放つ波動をいいものにチェンジさせるとき、事態も好転します。未だ現れぬ未来を心配するのではなく、早く来てほしい望む未来を今ワクワク迎えに行くのです。そのために結果というビジョンに注目しているのです。この幸運の前兆があればハッピーエンドに。宇宙はあなたの人生をより良い方向に導こうといろんな場面で兆しを見せてくれています。親切にもその兆しはぼんやりしているあなたがちゃんと気づけるようにと、時には何度も何度も何度も繰り返し現れては、こうだよ。ほら、これに注目して。これがあなたへの答えであり、こうして宇宙はあなたを応援しているんだよ。とメッセージを投げかけてくれたりします。直接言葉を言えない宇宙はいつも現象を通してあなたに必要なことを伝えてくれるのです。そうしてあなたの夢が間もなく叶うという時は、あなたの周りで頻繁にいい話題や嬉しいニュースが入り出し、おめでたいことが次々と起こります。例えばあなたが恋人が欲しいという望みを持っていると、そうなることを予告するようにおめでたい話題や出来事に遭遇します。ずっと彼のいなかった友人に突然素敵な彼ができたり、周りで結婚ラッシュがあったり、子供が生まれたり、親戚や会社の人の結婚式に呼ばれることが続いたり、あるいは友人や知人があなたに会いたいという人がいるわよ。いい人がいるから会ってみない？合コンで予定していた人が一人来られなくなったからあなた来ない？などと言ってきたりするものです。美容院やお洋服屋さんに行くと、肌が綺麗ですねとか、目が美しいですねとか、僕そういう人タイプなんですよとあなたのどこかをやたらと褒めてくれたりします。そういう時、間もなくあなたの恋人が現れるという兆しが現れているのであり、なんだかみんな幸せそうだな、幸せっていいなと気づき、素直に周りを祝福し始めた途端、あなたの願いが叶うのです。あなたの周りで起こる現象はある意味すべて兆しです。あなたを特定の方向に導くためのこれでいいんだという幸運の前兆なのです。この兆しのことをシンクロニシティとも呼べます。あなたの望みと周りの出来事が様々な形で共鳴し、あなたをある一定の方向に連れて行ってくれるのです。幸運の前兆が来たら、それが他人のことであっても、まるで我がことのように祝福してください。どのみち同じような幸運をあなたもこの後すぐ受け取ることになっているのですから。もしその幸運の前兆に対して、他人のことなど関係ないわ、としらけたり、面白くもない、などと嫉妬したり妬んだりすると、来るはずだった幸運が逃げてしまいます。祝福でき、喜べたことだけが自分のものになるのです。またありがたいことに、宇宙はあなたが望みを叶えるために、それを修正する必要がありますよ。そこをよりよく改善して、と何かやどこかがずれたり、間違ったりしているところに注意を向かせるためにも、兆しを見せてくれることがあります。そんな時は、周りでミスが頻繁に起こったり、小さなクレームが入ったりすることでしょう。それは小さなものかもしれませんが、あなたも注意してという忠告ですから、決して逃してはいけません。その時、自分も気をつけようと思えるかどうかで運命が変わるもの。どんなことであれ、何が起こっているのであれ、周りの人たちや現象が全て自分に何かを教えてくれているのだということに気づけるようになると、本望の人生から外れることはないし、しっかり守られ幸せになれます。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？僕がこの本をご紹介しようと思ったきっかけは、冒頭のおじいちゃんの例えに感動したからなんですね。宇宙が僕たちにいろいろなものを与えてくれるという話はよく聞きますが、こんなにわかりやすい例えはないなって。
おじいちゃんが愛する可愛い孫にいつでも何かプレゼントしたいと思っている感覚、めちゃめちゃわかりやすいですよね。ちびまる子ちゃんで友蔵がまるちゃんのことをいつも気にかけているじゃないですか。きっとあんな感じなんですよね。だからこちらはきちんと心からの望みを伝えれば OK ってこと。そうすれば喜んで望みのものを与えてくれるはずですよね。いやー、わかりやすいし空気感も素敵だし、引き寄せの具体的な方法もたくさん教えてくれる、とにかく読んで楽しい一冊。しかもそんな本書は現在 Amazon の読み放題サービス Kindle Unlimited に登録されておりますので、会員の方は無料で読めるんです。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。